皆さんこんにちは。 STI パーツ学園の篠田です。今回は特別編です。我々 STI では2021年東京オートサロンで出展を計画している車がありました。残念ながらその思いは叶えられませんでしたが、そこで STI パーツ学園ではスペシャルコンテンツを用意いたしました。新型スバル BRZ STI 仕様です。いかがですか？喜んでいただけましたでしょうか？今回この車を製作するにあたり STI のエンジニアは全神経を集中してこの新型スバル BRZ に向き合ってきました。今回各パーツの担当者にそれぞれのこだわりのポイントを聞いてみました。リム上のところの形状、これ STI が長年軽量化のホイールを作るときに考えていた形状をこちらで採用して軽量化というところにも取り組んでいる。こちらのホイールは基本的にモータースポーツのホイールと全く同じ作り方をまずしています。例えばこのスポークの横のえぐりだったりとかリム端部の形状というところもモータースポーツと同じように軽量化を目指した形状をこちらで採用しております。なるほど。やっぱりこう作り方が一緒っていうのはどんな作り方でやってるんだろうか。一般的なアルミホイールは鋳造というところで溶かしたアルミを型に入れて固める製法なんですけども、これは鍛造製法といいまして、プレス機のようなもので型に押し付けて成形する製法になります。金属で押さえつけるってなると結構な力がいるんでしょう。そうですね。その結構な力がいる代わりとして、その分同じ材料でも高い強度を得ることができますので、その分ホイールとしては軽量なものにもする方向になるのかなというところです。なるほど。非常に軽くてですね、このホイールですと標準に比べて 28% 軽量化になっています。28%。すごくね、形状も本当レーシングマシンに近い感じもあるし、結構汚ってるよねこれ。はい。丸19で深さがまあ4か5ぐらい。結構深いよね。深かなり深く削ってますね。ここは結構オリジナリティがあることって初めて知ったんだよね。あまり前実は落とし込んで軽量化してる量はそうだよね。そっか。だいたいこっから普通にスーッてまっすぐストレートに流れるところをここの分だけ削ってる。外周削るとどれぐらい軽くなるんだっけ？100g ないぐらい。でも何十グラムであるんですけど、でも結構ね、回転体の外側だからすごい重要だよね。少しでも軽いものという昔からの STI の考え方ですね。上質な音とあとは美しい外観、この2つに大きくフォーカスして開発しました。住宅街とかああいったところで気になるようなエンジンの回転数が低い領域では量産車のマフラーと同じぐらいに抑えてあります。ただスポーツマフラーなので、シフトダウンの時とかアクセルを踏み込んでいって回転数が上がるような状況ではしっかりとはですね、軽快なサウンドを楽しんでいただけるように作っています。音色に関して言うと子守音って一般的に呼ばれるような耳を塞がれるような、ちょっと嫌な音は周波数が低い領域で起きているんですけども、そこはしっかり消音しつつですね、軽快なサウンド、スポーツマフラーだなって楽しいなって思ってもらえるような高い周波数の音を量産のマフラーよりも強調するように内部の構造とかを最適化してチューニングしてあります。こう下から見るとね、こうマフラーって本当に存在感あってかっこいいね。一番目立つメインマフラーには、光沢がある材質を採用していまして、やっぱり大きなポイントとなるのはテールカッターのところなんですけど、直径120ミリで非常に大きい大口径の
カッターにしていまして、これだけ大きくすると存在感もありますし、中のこのパンチングパイプが外から見えてスポーティーな印象になっています。ここの後ろってこう綺麗にこう折り曲げられて中に入り込んでるじゃないですか、はい、これって金属の加工としては結構高度なことをやってるんじゃないかなって僕は思ったんだけれども、はい、結構難しくない？そうですね、実際にはここは2つの部品で構成されていて、ここを溶接している形なんですけど、そこがまさに一体成形のように溶接が分からなくなるまで厳しく外観にこだわって研磨して仕上げることで、まるでこう一体のような光沢が出るように、実はこれ一つ一つ職人さんの手で研磨して仕上げていって、なるほど、走っている時だけじゃなくて外から見ても、つけた後はここが一番外から目立つところになりますので、そこは妥協せずにリアが安定してこう走っていくような。これフレキシブルドロースティフナーだよね。はい、そうですね。この場所についてるのって初めて見たんだけれども、基本的にはそのリアのトランクドローと同じ考え方をしているんですけれども、今回ですね着目したのがこのバンパー裏の部分なんですが、やっぱりいろんなパネルがやっぱりここも組み合わさってできていて、そうですね、はい、車室内に比べてこの部分って継ぎ合わせていくことでどうしても微小なガタであったりとか、ズレとかそういうのが起きてしまってきているんですけども、前から受けた力っていうのを後ろでもしっかり受けてもらえるように、というところをちょっと考えて、ここにドロースティフナーを設定してみました。なるほど、実際乗ってみてどんな感覚になります？そうですね、例えば一般道でも高速道路でもいいんですけども、レーンチェンジをする感情の想像してほしいなと思うんですが、切り始めた時の、車の動きが今のベース車に比べてよりスムーズにハンドルを切った時にスッと車が動くような感じになります。また今回面白いのがリアにドロースティフナーをつけてあげることで、リアを中心とした車の動き、リアが安定するような動きなのかな、になっていって、この BRZ-FR なんですけども FR らしい走りができているのかなっていうふうに思います。リア側を軸にこう、スッと頭が動いてくれるっていうようなイメージ。そうですね、はい、それ気持ちいいね。気持ちいいですよね、はい。なんかこうバンパー裏って言ってもちょっとイメージが湧かなかったけれども、いろんなパネルが組み合わさっていて、くっついてはいるんだけれども、やっぱりボルト止めとかしてたりすると少しね隙間みたいなのがあったりもするんですよね。ちゃんと溶接とか接着されてはいるんですけども、やっぱりパネル同士っていうところなんで、微小な力がかかってきた時のわずかなこのズレっていうのがやはりあるみたいなんですけども、そこを引っ張ってあげるということで、そこの伝達のロスっていうのを減らしてあげるっていうのがこのフレキシブルドロースティフナーの狙いになっています。装着することによってですね、車両の安定性、安心感がより一層向上するという。いや、これはもう見ててすごいスタイリッシュになっていて、より引き締まった感じがすごいするよね。当然これ見た目だけじゃないもんね。もちろんです。フロントなんですけれども、従来のフロントアンダースポイラーに対してですね、断面形状を少し変化させておりまして、よりフロントのダウンフォースが効くような形になっております。片部伸ばしたことによって、この底面ですね、フロント側の底面がダウンフォースをより強力に効果が生まれるようになっております。こう前から入ってきたのを効果的にこうそうですね、空気を入れてっていうことですかね。こちらが、サイドアンダースポイラー、こちらがリアサイドアンダースポイラー、ともにですねリアの安定性やら安心感を引き立てるアイテムになっております。結構複雑な形状をしてるじゃないですか。これってどんな効果があるもんなんでしょう？このタイヤの前の壁状になってるここの、ここの形状が効いてまして、結構絞られてる形状なので、タイヤ前に当てないように風を逃がすが一つ。風をタイヤの側面に逃がすことによってホイールハウス内の空気の抜け、車両の内側から外に抜ける風をより抜けやすくして、そうすることによって
リアでもダウンフォースを発生させるような狙いがあります。なるほど。じゃあこの中でこう渦巻いてるような空気をこの流れで吸い出して後ろにこれも使ってきれいに流していくみたいな、そういうイメージだったりするのかな。そうですね、前側で風を当てない、プラス抜きを良くする。なるほど。で後ろ側で整流して、後ろにきれいに流す。スペース的に制約いろいろあるんですけど、その中で頑張ってデザインしてくれています。これスバルのデザイン部門が車をデザインしている部署なんですけど、にお願いしてデザインしてもらってます。はいはい。で設計からは結構無理難題かけて、一番最初に目に行ったのがこのこうスーパー GT とかのマシンとかにもよく見えるこのスワンネックっていうんですかね。こういう下の方で支えるのじゃなくて上から吊り下げるような形のこのネックのところがすごいインパクトあるんですけれども、この幅がこう段付きで細くなっていったりとかっていうのをすごくかっこいいなと思うんですけど、ネジで留めるところのものをこう確保するための幅だったりとかするんだと思うんですけど、普通だったらこれそのままスコーンと同じ幅でいったりするじゃないですか。そうですね。これをこう綺麗に R をつけて、なんかこう美術品みたいな感じにね。そこはね、設計的には結構要件を出してそれに沿ったデザインをしてくれてるんですけど、やっぱ設計者じゃ思いつかないようなデザインをしてくれてます。あと翼端板っていうんですかね。通常のものだと縦にスッと板が入ってるようなものがあるんですけど、ここは斜めにスーッと降りているような一体成形みたいになってるんですけれども、こちらの方が軽量化としてはメリットがあるので、別体でつけるよりかこの一体成形で作った方が重量的には有利だっていう、そういう理由だったんですね。あとはデザインの方向性ですね。確かにボディのラインと横から見た時もすごい一体感があって美しいですよね。